皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国による尖閣侵略のその一例について取り上げ、その背景がどのようなものであるか少し解説を行っていきます。なお、今回取り上げるその侵略の一例というのは、地図の作成とそして公表です。地図と聞くと、なんだか大したことないなというふうに思われるかもしれませんが、領土というものを主張することには、その基礎となる情報として地図がどうしても欠かせないものです。何しろ、ここは私の土地だと言っておきながら、その土地がどんな土地なのか知りもしないというのであれば、誰からも信用されない主張となります。そういった意味で中国側が地図を用意して公表したというのは一つ、彼らの尖閣の侵略に対する意図というものをより明確化したものであり、日本側が警戒しなければならない動きの一例です。そして、このような中国側の動きに対して、明確に日本は動きを起こすべきだというのが私の主張なわけですが、残念ながら日本側がどのような動きをしているかといったニュースを見ていくと、非常に見通しが暗いなと思わざるを得ないような動きとなっています。そのことについても今回は触れていきましょう。それでは、中国の尖閣侵略の動きについて見ていきましょう。ニュースをどうぞ。尖閣の地形図作成、資源管理に重要と主張、中国政府。中国自然資源省は26日、最新の衛星写真などに基づき作成したとする沖縄県尖閣諸島の地形図をウェブサイトで公表した。中国は尖閣を自国領とみなしており、同省は地理データの整備は、釣魚と尖閣の中国名の資源管理と生態環境保護に重要と主張。地形図作成は、日本の実効支配を崩そうとする中国側の動きの一環とみられる。これは記事の中では見られるというふうに結ばれているわけですが、実際問題中国は尖閣諸島を自国領だという主張を行っています。自国領なのだから当然のように地図もありますよというふうにして一つ一つ彼らの主張に基づいた行動をとっているというわけです。この地図データというのは衛星写真の情報をもとにして作られたと見られているわけですが、この行動がエスカレートすれば当然のように上陸しての測量といった行為へと発展する危険性があります。中国側のこうした動きというのは決して大きな一歩というわけではありませんが、確実に外堀を埋めるような行為であり、日本側もきっちりと対応しなければなりません。このような時に日本側ではどのような動きがあるかというのを見ていくと、ため息を漏らすようなことが行われています。尖閣の公務員常駐自民有志が勉強会。尖閣諸島への公務員常駐の実現を目指す自民党有志による勉強会の初会合が20日国会内で開かれた。中国公船による尖閣周辺の領海侵入が常態化する中、勉強会では実効支配の強化策を議論し、政府への提言をまとめる。もはや一般的なニュースとして、毎日のように中国側からの領海侵入や接続海域への侵入などは行われている状況なのに、尖閣諸島に公務員を常駐するということに関して、初会合が開かれたというのが、つい数日前のニュースとして出ています。極めて日本側の動きが遅いことを示しています。呼びかけ人代表の原田元環境省は会合で、公務員常駐を直ちに実行して、内外に国の行政組織の整備を明確にすることは大事だと強調した。勉強会では、尖閣周辺の海上警備活動や、生態調査の実施拠点としての活用も検討し、議連への改組も含めて考える。政府は尖閣諸島をめぐり、原則として政府関係者を除き、何人も上陸を認めないというの方針だが、政府関係者による上陸環境調査にも慎重な姿勢をとっている。自民党は平成24年の衆院選公約などに尖閣諸島への公務員常駐を明記したが、現在は撤回している。勉強会では次期衆院選公約で表記の復活を目指す。この話はそもそもとして別に目新しい話ではなく以前からあったことです。しかし尖閣諸島への公務員常駐の公約というものが撤回されたこと自体がおかしなことですし、この復活を目指してまだそのような動きが本格化していないということも今の自民党の中国に対する危機感が薄いことを感じざるを得ません。このことは当然批判されてしかるべき事案です。ではなぜ中国側は着々と尖閣諸島に対する侵略というものを進めることができているのでしょうか。そのことについて私は軍事的なパワーバランスの変化について一つお伝えしておきましょう。2020年の軍事費支出
2.6% 増の約2兆ドル。スウェーデンのストックホルム国際平和研究所 SIPRI は26日、2020年の世界の軍事支出が日本円で約214兆円だったと発表した。新型コロナウイルスの感染拡大で世界がマイナス成長に陥る中、実質ベースで前年から 2.6% 増えた。世界の軍事支出はここ数年増え続けており、2020年も過去最高を記録した。SIPRI は声明で、新型コロナウイルスによるパンデミックは世界の軍事支出に大きな影響を与えなかったと分析した。世界の国内総生産 GDP に占める軍事支出は前年から 0.2 ポイント増えて 2.4% になった。世界最大の軍事費を持つアメリカは 4.4% 増の7780億ドルだった。日本円だとおおよそ80兆円程度です。世界の軍事支出の約4割を占める。研究開発に加え、核兵器の近代化や大規模な武器調達などが主な要因で、中国やロシアと対立したトランプ前政権の米軍強化の姿勢を示しているとみられる。そしてこの次に出てくる一文が非常に重要です。軍事費で世界2位の中国は 1.9% 増の2520億ドル。増加は26年連続で、この10年間で 76% 増えたという。中国のこの26年連続の軍事費増大、そしてここ10年だけで見ると 76% 増という数字というのは、あくまでも公表されている数字で語ったものであり、中国の軍事費というのは関連予算などについては隠蔽されているというのが言われており、この数字以上の脅威というものを認識しなければなりません。中国の軍事力というものは、つい最近まではかなり侮られていた面があります。それは古い兵器であったり、もしくは兵士の低い練度であったり、様々な要因をもとにして、中国の軍事力というものは非常に脆弱であり、大したものではないという評価がありました。しかし近年においてはまさにこの軍事費の増大によって兵士の質ではなく兵器の質の向上によりこの問題が解決されつつあります。現代の戦闘というのは決して兵士一人一人の勇猛さであったり優秀かどうかといった問題よりも兵器の質と数というものが軍事力のバランスを決めることとなります。そして増え続ける中国の軍事力に対して残念ながら日本の場合は予算上においてはほぼ横ばいという状態がずっと続いてきており、このことはまさに中国の軍事力の差というものにつながってきています。このような軍事力のバランスの傾きというものが中国側が日本に遠慮することなく尖閣諸島は自国領であると宣言し、それに基づいて少しずつ侵略を進めてきている背景にあるのです。第二次世界大戦以降、日本はどこかの国との国家間戦争を行ったことはありません。例えば第二次日中戦争、第二次日露戦争、そして第二次太平洋戦争などといったものは全く存在しません。そういったわけで日本人にとって軍事力というものはかなり縁遠いものとなりました。しかし、現在もなおその軍事力による影響といったものは非常に強いものがあるということを私たちは忘れてはいけません。つい先日私の動画の中でロシア軍がウクライナ領の近くに大規模に集結していることが EU やアメリカからかなり注目されており、そのことがまさにウクライナに対する非常に強い圧力として加わっていることをお伝えしました。このように軍事力というものは何も使うまでもなく誇示するだけでも政治的にも外交的にも大きな影響力を持ちます。ましてや日本の場合だとこのような軍事力が使われることを前提とはしていない状態の中で政治や外交が展開されているような状況であり、このような状況をお花畑と表現する方々もいます。実際そのような面は強くあります。今回お伝えしたように中国側はもはや尖閣諸島は自国領だよというような主張に基づいた行動を取り始めています。そのことは尖閣諸島周辺に中国海警の船がいつでもいるような状態を作りつつあることのまさに現実そうなっていますし、また彼らの主張に基づいて地図データなどでは作成され公表されていることなども彼らの主張というものがだんだんと整備されていることを示しています。これと比較して明らかに日本側の動きというものが遅いと言わざるを得ません。今回取り上げたように自民党の中でも尖閣諸島に公務員を常駐させようといった話などが出ていることは確かなのですが、しかしそれが実行段階へとつながっていないのでは、これはまさに中国側とのレベルの差を感じざるを得ません。
中国側は政府機関として動いているにもかかわらず、日本側の政府としては全く対応せず、中国を刺激するようなことはやめよう、尖閣諸島に誰も上陸させないようにしようなどといった形で、中国側が徐々に尖閣諸島を侵略し、その外堀をどんどんと埋めているような状況というものが続いているのです。そして状況の悪化というのを招いているのがまさに軍事力の傾きがどんどんと広がっていることです。そもそも論として軍事力の源泉となるのは何といっても軍事費です。特に尖閣諸島というのは周辺に海が広がっているわけですが、海上戦力をいかに整備するかというのが非常に重要です。日本の自衛隊は兵士一人一人の練度は非常に高いということでは有名ですが、同時に予算が増えないのですから大きな軍拡というものが行われているわけではありません。中国側が軍事予算をどんどんと増やしていく中で海上艦艇をどんどんと増やし、東シナ海における軍事バランスというのは明らかに中国側に傾きつつあります。このことはまさにアメリカの議会などにおいても問題視されており、アメリカ軍などは世界一の軍事費を元にして整備されている、まさに地球上においては最強の軍隊であることは間違いありません。しかし、その兵力というものはあくまでも世界中に分散している面があり、広く薄くなっているのが実情です。一方で中国側は一つの戦場に集中することが可能であることから、尖閣諸島周辺で何か軍事的な衝突が起これば、その時導入することのできる兵力というのは中国側の方が圧倒的に多くなってしまいます。このようにパワーバランスの崩れた状態というのが続けば、当然のように政治外交上においても中国側が強気の行動が取れる環境というものが整った状況なわけです。これらについては未然に防止する策というのを整えなければなりません。それがまさに尖閣諸島に人と施設を配置することによってパワーバランスが崩れている以上に尖閣諸島に対する実効支配を強めることなのです。彼らが明確に尖閣諸島を狙っていますよということを公言しているのですが、それに対する動きというものを牽制する意味においても、日本側がしっかりと守りを固めることこそが重要なのです。そしてこの件に関しては日本政府は尖閣諸島に施設と人を配置すれば、それが中国側を刺激し、中国大陸側にいる日本人ビジネスマンなどが人質として取られるかもしれないといった話などもしていますが、これなどはまさにそのようなリスクがありますよといったことを日本企業に説明して回り、中国にいる人たちというものを引き上げさせた上で実行すればよいのです。何もしないのに中国側を指摘するからやめとこうなどと言って事態を放置するのはまさに無責任な行動だと私は思います。皆さんは今回の件についてどのようなことを思われるでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。